ご視聴ありがとうございます。フログです。今回レビューするのはこちら。ゲームサー X5 ライトというコントローラーです。ハサミコンです。このコントローラーの特徴を一言で表すと、安い、軽い、使いやすい。そんなコントローラーです。Amazon で5000円台、アリエクで2000から4000円くらいで購入できます。ハサミコンの中では圧倒的に安価です。知らんメーカーならともかく、ゲームサーという一定の信頼性が確保された上で、この価格ですからね。めちゃ安い。USB-C 直結でバッテリーがないのでコンパクトで軽い。何気に8インチクラスのミニタブレットも挟めます。安いハサミコンなら、とりあえずこれ買っとけ的な感じですが、ちょっと注意点もありますので、ご興味がありましたらぜひ最後までご視聴ください。ということで、ゲームサー X5 ライトのスペックはこんな感じ。色は黒とわさびとピンクの3色展開。最大 213mm まで伸縮。スマートフォンはもちろん8インチクラスのタブレットまで対応します。対応 OS は Android のみ。iOS など Apple 製品でも使えないこともないですが、公式には非対応なので注意です。と思っていたのですが、Amazon 販売ページでは iPhone とかリンゴマークがついてますね。Apple 製品対応したのかな？接続方法は USB-C 直結のみ。iPhone 15以降、iPad mini 6以降が対応機種ですね。USB-C 端子はコントローラー左側から出ているのが、ちょっと珍しいポイント。最近のは右側から USB-C が出ているものが多いですからね。フォールドとかの折りたたみ系スマホの場合はこちらの方が、合体時のバランスが良くなるみたいです。パススルー充電にも対応しているので、デバイスのバッテリー切れの心配はしなくて済みますね。スティックは定番のドリフトしにくいホールエフェクトタイプを搭載。ABXY はメンブレン式のボタンで、カチカチ音がしない静かなボタン。ABXY はボタン入れ替えはできません。交換式のクッションパッドが付属しており、スマホのサイズ、形状に合わせて挟み込み部分のクッションサイズを変更できます。これ地味に良いよね。Bluetooth や、ジャイロ、振動、背面ボタンなどはありません。多機能コントローラーといったものではなく、非常にシンプルな仕様です。とはいえ、価格は前述の通り5000円以下で入手できるので、高級品というよりは、いわゆるエントリーモデルの位置づけ。初めてのハサミコン用って感じですね。では開封してみましょう。私はアリエクで購入したせいか、簡素な段ボールパッケージですが、Amazon や最近購入した方は違うパッケージみたいです。付属品もちょっと違うみたい。というわけで本体はこんな感じ。こちらは後で詳しく見てみましょう。その他付属品は、袋の中に、合格ショートとリセツと、クッションパッドが入っていました。中身も簡素ね。クッションパッドがなぜか1種類しか入っていませんでした。多分 Amazon で購入した人はパッドがもうちょっと多く入っているはずです。トリセツも非常に簡素で、紙ペラ1枚の両面に中国語と、英語で記載があるのみでした。日本語トリセツないんかと思ったのですが、調べてみるとちゃんと日本語対応のマニュアルの PDF データがあったので、Amazon やゲームサー公式で購入したものはちゃんとしたトリセツが入っているはずです。というわけで、詳しくご覧になりたい方は一時停止を使用してご確認ください。といった感じで内容物は以上ですね。低価格モデルらしい質素な内容でした。てなわけで、コントローラーを見てみましょう。第一印象は、非常に軽くてコンパクト。グリップも小さめで、特に正面の伸縮部分が前面ではなく、下半分しかないので、非常にスッキリした外観です。伸縮も滑らかで、強すぎることもなくちょうど良いテンションです。ビルドクオリティも悪くなく、最大まで伸縮してもさほどぐらつきません。よく伸びるものでも安価なタイプはここが脆かったりしますからね。そこは安心のゲームサークオリティです。グリップ形状は、プロコン的なハの字グリップではなく、手のひら全体で包み込む系のグリップ。グリコンとか、スティーンデックとかの背面にある系のやつですね。パッと見コンパクトなグリップですが、握り心地は案外良く、持ちにくいという感じはありません。重量バランスが良い感じ。グリップ背面の手のひらに当たる部分にはつぶつぶ加工がされています。これがあるのとないのじゃ結構長時間使った時の印象変わるからね。大事です。ボディ全体はプラ素地感がバリバリあるので、ゲームサー G8 プラスのようなしっとりした高級感は全くないです。が、逆にそれが軽量感をより感じさせてくれる気がします。で、重量はこんな感じ。約 135.5g です。バッテリーがないのもあってめちゃ軽ですね。
左側面下部にはスマホ充電用の USB-C 端子があります。スマホ接続部の USB-C 端子は、こんな感じでよく動きます。スマホの端子にあまり負担をかけることなく使用できそうですね。スマホを挟み込む部分のクッションは、このように取り外しが可能です。このクッションパッドの厚みを薄いものに変えることで、ケースを装着したままでも USB-C に挿しやすくなるという仕組みです。簡単に取り外しができますが、スマホと合体している間は、しっかり挟み込まれているので、外れることはありません。この部分のクッションは接着されていることが多いですが、このようにスマホのサイズや状態に合わせて、着脱変更可能なのはなかなか便利だと思います。続いてボタンを見ていきましょう。全体のレイアウトはこんな感じ。スティックや ABXY は Xbox 配置になっています。LR は広めのボタンですね。グリップ部にはボタンはありません。ホームボタンやメニューボタンはあるので必要最低限のボタンのみって感じですね。では各ボタンを見ていきましょう。スティックトップは小さめですが、縁がゴン太という変わったタイプ。滑り止めはしっかり効きますが、小さいサイズに違和感がある人は、スティックカバーとかを付けた方が良いかも。なお、径は実測値で 13.6mm でした。軸の部分は金属素材ではないですが、リングに滑りの良い材質が使われているんですかね。滑らかな動きです。ホールエフェクトタイプなのでドリフトの心配がないのも良い点です。D パッドはいつものゲームサーの形状のやつ。中央に滑らかなくぼみがあって、親指が気持ちいいやつです。軸はしっかりあるのでシーソーも可能。メンブレン式ですかね。グニグニした押し心地で静かめです。というか無音です。ABXY もメンブレン式のボタンで、静かなボタン。こちらは D パッドと違ってパチパチと押した時に音がしますね。昔ながらのメンブレン大好き人間なので、この感触たまらんです。なお ABXY は Xbox 配置固定でボタン入れ替えはできません。LB、RB、LT、RT は全てカチカチタイプのボタンです。カチカチといってもポチポチといった感じで、こちらも非常に静かなタクトスイッチです。LT、RT はアナログトリガーではなく普通に0、1のボタンなので、ここは好みが分かれるかも。個人的にはこちらのボタンの方が好きです。背面にはボタンはなし。私は背面使わないので全く問題ないですね。メニューボタンや鳥さんマークなどのボタンは、ほぼ無音のタクトスイッチ。たまに、ここのファンクションキーだけ、やたらカチ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 うるさいものとかあるからね。こいつはマジで全く音がしません。誤爆しにくいほぼフラットなボタンで、ちょうど良い押しやすさです。携帯性を重視しているためか、全体的に静音性が高いボタンで、場所を選ばず使い勝手がよろしい印象です。それでは各ボタンの音を聞いてみましょう。では実際に使ってみましょう。使用方法はコントローラーとスマホを合体するだけで OK です。Bluetooth みたいにペアリングの手間がないのは便利。接続が完了すると、鳥さんマークのインジケータが点灯します。ランプが赤ならスイッチモード、青なら HID モードとなります。Android の場合はどちらのモードにも対応していますが、iOS 端末の場合はスイッチモードじゃないと使えないので注意です。モードの切り替えは10メニューボタンを同時長押しで行います。Android だと勝手に最適なモードに切り替わってくれるのか、合体したら特に設定なく普通にゲームで遊べてます。USB-C 直結なのでペアリングの手間や遅延などがなく、普通のゲーム機のように操作できるのが良いですね。楽。マイクラ以外のスマホゲームでも普通に使えます。ベゼルがほぼないスマホで遊ぶと、コントローラーとの一体感も相まって、没入感が高まって良いですね。スマホケース装着状態でも問題なく使えます。重量バランスも、合体時に重心が中央に来る感じなので、非常に持ちやすいです。213mm まで伸びるので、8インチクラスのタブレットまでなら挟めます。iPad mini 6だとこんな感じ。余裕を持って挟めます。しかも iPad mini と合体してもスイッチ2の重量 534V より軽いです。これでリモートプレイとかゲーパスで遊んだらほぼスイッチ2ライトですね。ちなみに、こんなこともできます。これは楽天ミニを挟んでます。ハサミコンは最大サイズに目を向けがちですが、
ゲームサー X5 ライトは意外と小さい方の対応幅も広いです。ミニマルゲーム機の完成ですね。小さいスマホでゲームする時の方が、画面内ボタンでの操作が大変だからね。コントローラーで操作できると便利だよね。需要があるかわからんけど。ゲームサー X5 ライトはゲームサーアプリにも対応しています。ゲームサーアプリには、コントローラーの動作確認、ABXY ボタンの入れ替え、スティックのデッドゾーン設定、スティックや十字キーの動作設定、ファームウェアのアップデートができます。コントローラー自体に機能が少ないので、アプリでもできることは少なめですね。なお、アプリを使用しなくても、ショートカットキーでターボや ABXY 入れ替えなどが可能です。スティック補正もできるみたいなので、詳しくご覧になりたい方は一時停止でご覧ください。あと、G タッチモードを使用すると、コントローラー操作に直接対応していないゲームも画面に割り当てて操作できるようになります。いわゆるマッピングモードですね。ただし、使えるのは Android 限定なので注意です。ということでゲームサー X5 ライトのレビューでした。とにかくこのコントローラーは軽いですね。USB-C 直結のミニ割り切ったおかげで、バッテリーがなくコンパクトで軽いです。コンパクトな割にコントローラーも窮屈になりすぎず、ちゃんと押しやすいボタン配置になっています。クッションパッドは交換可能で、USB-C 直結で起こるカバー装着状態だとちゃんと使えない問題も解決できています。ケースを外す必要がないのは、地味に効いてくる便利さ。簡単に使えるので負担が減り、稼働率が上がります。楽天ミニから iPad mini までいける。対応機種の広さも良いです。大きい方はよく気にされるけど、小さい方の対応範囲も意外とあるのは、珍しいと思います。モード切り替えや ABXY 入れ替え、ホールエフェクトスティック、キャリブレーション機能など、今時のコントローラーで必要な機能は最小限ですがしっかり搭載されています。これは完全に好みによるところですが、メンブレンなところも良いです。静音性が高いボタンなので場所を選ばず、使いやすさを向上させてくれます。あとはなんといっても安いのが良いですね。多少のチープ感はあるものの、単純にハサミコンの中ではだいぶ安価ですからね。コスパは良いです。気になる点はこんな感じ。ボタン動作入れ替えの設定変更は可能ですが、ボタンを着脱して任天堂配置の外観にできません。ギミック入れるとコスト高になるからね。しゃあないね。こういうのは割り切って、印字なしとか、刻印だけのデザインで、パッと見分かりにくいデザインでもいいんじゃないかと、個人的には思います。あと、フル機能に対応しているのが Android のみってのが注意点ですね。iPhone、iPad でも使えはしますが、一部機能が使えません。特に不便なのが、鳥さんボタンがホームボタンとして動作しない点。リモートプレイやクラウドゲーミングの仕様で支障が出るかもしれません。で、謎なのが Android では純正の PS リモートプレイアプリで使えないこと。iOS 端末では使えますが、前述の通りホームボタンが機能しないのでちょっと使いにくい。また、合体状態でリモート接続しようとするとエラーが起こるので、リモート接続してから合体させる必要があるなど、ちょいちょい挙動が微妙です。非純正のリモートプレイアプリであれば Android だろうと iOS だろうと問題なく使えるので、課金しても良いという方は非純正の方が楽です。機能としては最小限ですが、安いし軽いし操作しやすいし、持ち運んで気軽に使えるモバイルコントローラーとしてぴったりです。メイン機が Android で、安くてコンパクトなハサミコンが欲しいなら、とりあえずこれ買っとけば OK ね。ということで今回の動画は以上です。今回の動画が良いなと思った方は、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。コメントもたくさんお待ちしています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。